皆さんこんにちは。フィルムカメラ系 VTuber のオブスクラーですが、今回はデジタルカメラの話です。富士写真フィルムのデジタル一眼レフカメラ、ファインピックス S2 Pro について話します。ファインピックス S2 Pro は、当時の富士フィルムのニュースリリースによると、2002年6月21日の発売。価格が税抜きで31万円。当時は消費税が 5% だったので、税込みだと32万5500円ということになりますね。さて、私のチャンネルを見ていただいている方は、カメラが好きな方が多いと思うんですけど、初めてデジタル一眼レフカメラを使ったのはいつ頃だったでしょうか？私は2006年に中古のペンタックスのデジタル一眼レフを買ったのが最初でした。それ以前のこのファインピックス S2 Pro が出た2002年というと、そもそもまだ実家にデジタルカメラがなかったし、カメラに趣味として興味を持ってなかったので、私はこのカメラが出た時の雰囲気というのを知りません。ただ、このカメラが出た2年くらい後の2004年7月発行のカメラゲットボリューム28を見ると、カメラを愛好する層の間でデジタル一眼レフが普及し始めてるっていう記事が載ってます。2004年の段階で同じく2002年発売のニコン D100 の中古価格がこなれてきたっていう状況みたいです。ということで、今回取り上げるファインピックス S2 Pro はデジタル一眼レフカメラがやっとアマチュアでも実用できる状況になってきた頃の機種と言えるんじゃないかなと思います。それでは、ファインピックス S2 Pro の特徴を見ていきましょう。このカメラは、フィルムカメラのニコン F80 をベースとしたデジタル一眼レフカメラです。有効画素数が617万画素。センサーはスーパー CCD ハニカムです。ハニカム信号処理システムというものを用いて、1212万画素相当での記録が可能ということが謳われています。センサーサイズは APS-C 相当ですね。富士フィルム、当時の富士写真フィルムのブランドとともに、このようにニコン F マウントの文字がプリントされています。とあるように、レンズはニコン F マウント用の各種のニッコールレンズが使用可能です。フルの機能が使えるのは D タイプと G タイプのニッコールということです。絞りリングを最小位置にして、絞りの変更はボディ側で行う操作方法になってます。さて、今レンズを外しましたけど、このカメラのセンサーは APS-C サイズなんですが、見ての通りマウントの中はベースとなった F80 の 35mm フルフレーム用の大きなミラーがそのまま残ってるんですよね。ファインダーのスクリーンも 35mm のフルフレームのものそのままです。それじゃあファインダーはどうなってるかっていうと、このように周辺部がクロップされた状態になってます。このファインダーなんですけど、見やすいかどうかで言うと、はっきり言って見やすくはありません。ただし、後で話すんですけど、このカメラにはファインダーの見やすさを超えたメリットがあったと思ってます。オートフォーカスも、ファインピックス S2 Pro とニコン F80 のスペック表を見比べたところ、F80 そのままであるようですね。今回、外に持ち出してスナップ的に撮影した時には特段不満は感じませんでした。露出モードは、プログラム、絞り優先、シャッター優先、マニュアルと全て可能で、ボディの左肩のダイヤルで切り替えます。このダイヤルなんですけど、外周部のプラスチックの部品が経年劣化で割れやすいみたいです。私のファインピックス S2 Pro もいつの間にか割れていたのを接着剤で補修してあります。設定可能な感度が ISO100 から ISO1600 までです。感度の設定なんですけど、モードダイヤルと同軸に ISO という位置があります。感度を変えるときは、ダイヤルを ISO に合わせてコマンドダイヤルで変更するんですけど、ダイヤルが ISO の場所にあるとき、シャッターを切ることはできないんですよね。撮影するためには、各モードの位置まで毎回戻す必要があります。今となっては、撮影中に ISO 感度を変更するのは当然のことです。でも、このカメラは2002年のカメラなんですよね。フィルムのカメラだと、撮影中に感度を変更するっていうことは基本的にないので、当時のデジタルカメラが感度設定機能をどうやって扱うのかっていうことが定まってなかったっていうことがよくわかります。記録メディアは、このように背面の下部にスロットがあります。こういうメディア配置って今のカメラにはないので時代を感じますね。スペック表によると、上のスロットがスマートメディア、下段がマイクロドライブ用です。そう、公式のスペック表にはマイクロドライブ用、つまりコンパクトフラッシュと同サイズの超小型ハードディスク用って書いてあるんですよね。当然、コンパクトフラッシュも使えます。この 2GB のコンパクトフラッシュも問題なく動作してます。私はコンパクトフラッシュ自体何年も買っていなくて、このコンパクトフラッシュも10年以上前に買ったものなので、マックスでどれぐらいまで対応してるかはちょっと不明です。記録速度はかなり遅いです。このようにシャッターを切った後、次の撮影が可能になるまでかなり待たされます。このカメラほど極端ではないですけど、2000年代中頃くらいまでのデジタルカメラって、バッファの容量に限界があって、連写枚数に制限があるのが普通だったんですよね。フィルムカメラにはそういう制限がなかったので、即応性が求められるシャッターがすぐ落ちてほしいっていう場面では、比較的遅くまでフィルムカメラの優位性っていうのが残ってたという印象があります。背面液晶は 1.8 型、約11万画素ということです。
今の感覚からするととても小さくて、撮影したカットのピントが合ってるかどうかもすぐにはわからないです。ただ、これも今だから後出しでそう言えるというだけで、当時はマイナスではなかったと思います。電源は単酸化電池を4本と CR123 リチウム電池を2本使用します。これは両方を入れる必要があって、片方だけでは動作しません。CR123A だけが入っている状態ではこのようにカメラの上の液晶がついてもエラー表示。話の途中なんですけど、ここでやっとバッファが解放されました。単酸化電池だけの場合、動きはするんですけど、電池の消耗が激しくなって内蔵ストロボが使えなくなります。このあたり、あくまでもニコン F80 にデジタルカメラとしての機能を縦増ししたカメラであるっていうことがよく伝わってきますね。残念ながら、単酸電池用のケースは蓋の一部が破損してます。ウィキペディアによると、三洋電機の N ループが登場したのが2005年らしくて、このカメラが出た後なんですよね。N ループより前のニッケル水素電池やニッカド電池は、自然放電とかメモリー効果が未改良で、一般のユーザーにとっては敷居が高かったっていうことを考えると、このカメラを運用するには相応にコストと知識が必要だったっていうことが想像できます。今となっては遠い過去の記憶になってますけど、かつてのデジタルカメラってとっても燃費が悪かったんですよね。コンパクトデジタルカメラに対するデジタル一眼レフのメリットとして、背面液晶を常時表示する必要がないので、電池の持ちがいいっていうことがあったはずです。この FinePix S2 Pro は、スペック表には常温でだいたい600枚くらいの連続撮影が可能と書いてありますけど、これは高承知なので、当然そんなに多く撮影できたはずはないと思います。さて、先ほどこのカメラは617万画素のスーパー CCD ハニカムで、ハニカム信号処理システムを使って1212万画素相当での記録が可能っていうことを説明しました。この1212万画素相当の記録っていうのは、実際のところどれくらい効果があったものなんでしょうか。撮影して比べてみました。これが1212万画素相当 4256×2848 ピクセルで保存された JPEG です。等倍にしてみるとこんな感じです。レンズはこの動画でも取り付けている35から 80mm なんですけど、絞りは F8 まで絞って、感度は ISO100、一等だけですがストロボをバウンスして撮影してます。レンズの焦点距離は 50mm 付近で使ってます。色が明らかに緑色っぽいのは、ホワイトバランスをストロボと色温度がほぼ同じ太陽光に設定したらこんな感じになったんですよね。そういう特徴なんだと思います。比較のために同じレンズをソニーの α7 に取り付けて APS サイズにクロップして撮影してみました。厳密には α7 の APS クロップは約1000万画素相当の 3936×2624 ピクセルなので、FinePix S2 Pro の1212万画素相当より少し少ないんですけど、α7 で撮影した方の写真を等倍にしてみると、このようにこっちの方が解像感はあるんですよね。画像を左右に並べてみます。FinePix S2 Pro の方は、こうして並べてみると画像を保管してる感じっていうのがなんだかわかる気がします。でも、もしかすると発売当時は言われてみないとわからなかった可能性もあり得るなと思いました。さて、この1212万画素相当での撮影っていうのはカメラの内部で処理しているものです。というのが、ローに設定して撮影すると、最高画質の設定時でも本来の617万画素でしか撮ることができないんですよね。それでは、ローで617万画素のまま撮影してみるとどうなるんでしょうか。はい。これが617万画素のローを Photoshop のカメラローで現像したものです。ホワイトバランスをオートで調整した以外は無調整です。こうしてみると、やはりこのカメラの本来の性能は617万画素なんだと言えるでしょう。ただ、後でも話しますけど、617万画素っていうのは時代を考えると低画素とは言えないんですよね。2002年の段階で617万画素、しかも APS-C サイズのセンサーを積んだカメラっていうのは、コンシューマー向けのカメラとしては超ハイスペックなんですよ。ですけど、それを踏まえた上でも、今の基準で見ると617万画素っていうのが案外小さいっていうことに驚きました。いわゆる 4K ディスプレイよりも小さいんですよね。私は普段もっと古いカメラばっかり触ってるので忘れがちなんですけど、2002年のカメラっていうのが思ったより昔のカメラなんだなっていうことを実感しました。それでは撮影した写真を見ていきます。レンズは画素数の話の時と同じ AF ニッコールの35から 80mm、F4 から 5.6D をつけました。写真ですけど、ローで撮ったので617万画素相当です。
まずは日中撮影した写真なんですけど、この動画をアップする2ヶ月ぐらい前、まだ季節が秋の頃に撮影したんですけど、普通に写ってるっていうことがわかりますね。私はあんまり CCD の色とか CMOS の色っていう概念については詳しくないし、あまり気にしていない立場なんですけど、確かに2000年代前半のデジタル一眼レフっぽい写りと言われると、そうであるっていう気がしてくるので不思議です。ローでの撮影ですけど、あまりレタッチでいじることはしないで、ホワイトバランスの調整とセンサーゴミのレタッチだけに留めてます。どこか色が淡い感じがするのは、ソフトウェア的な要因もあるんでしょうかね。一方で、このようにハイコントラストな写真を撮ると白飛びすることもありました。このあたりはデジタルカメラのセンサーっていうのがまだまだ発展途上だったことを感じます。2000年代、コンパクトデジタルカメラでも白飛びした写真って結構ありましたよね。白飛びといえば、今回空に露出を合わせたアンダー目の写真を撮ってみたので、フォトショで暗いところを持ち上げてみました。感度は1600まで上げてる写真なんですけど、拡大するとノイズが目立つものの、見られなくもない感じになりました。今でこそ画質面ではちょっと古さを感じますけど、2002年のカメラとしては十分な性能だったと言えるんじゃないでしょうか。続いて、なぜこのカメラをこんな天気の日に持ち出したんだっていう感じなんですけど、雪の日の写真です。こんな感じの写真って今でこそ全く珍しくないです。でも2002年にはこういう写真がデジタルで撮影できること自体がとても珍しいことだったんですよね。というところからすると、このカメラを今こうやって稼働させる意味っていうのはデジタルカメラの歴史の追体験に他ならないんでしょう。この FinePix S2 Pro っていうカメラは運用はとっても楽な部類です。こういう古いデジタルカメラを保存している方の中にはもっと運用が難しい機種を実際に動かしている方もおられるので本当に尊敬してます。こうして特徴と撮影した写真を見ると、このカメラはまだまだ発展途上のものだったっていうことがわかります。今の価値基準から性能が低い、これはひどい、みたいな感じで酷評することは簡単です。でも、当時においてこのカメラは当然そうじゃなかったんですよね。今お見せしてきた写真っていうのは至って普通の写真です。でも2002年においてこれは普通の写真じゃなかったんですよ。今回使用したのと同じレンズをつけて以前フィルムカメラのニコン U で撮影しました。これがニコン U での写真です。こういう写真が2002年の当時普通の一般のユーザーが撮影できる写真だったわけです。しかも当然フィルムカメラしか持ってない人は印画紙へのプリント、要するに紙で写真を見るのが普通でした。というよりも、そもそも2002年っていうと、パソコンとインターネットがある程度普及してきたとはいえ、持っていない人もまだまだ多い時代でした。パソコンがなければデジタルカメラだけあってもどうしようもないんです。ちなみに、携帯電話にデジタルカメラの写真を入れるなんてことは一般的にはできないことでした。携帯電話の内蔵カメラの画素数が100万画素を超えるのがやっと2003年に入ってからなんですよね。ソースは Wikipedia なんですけど。デジタルカメラは2000年代前半の数年間で爆発的に普及していくんですけど、普及と改良の勢いが激しすぎて、たった1年、2年違うだけでも製品としての完成度に大きな差が出ます。2002年っていうのはデジタルカメラがまだまだ改良途上だった時代です。そんな時代に多くのニッコールレンズを取り付けて、こんなに良い画質で写真を撮ることができるデジタル一眼レフカメラが発売された。しかも300万画素くらいのコンパクトデジタルカメラが普通に商品価値を持っている時代に、600万画素のセンサー、しかも画像処理で1200万画素相当の画像を出力できる、とても強い魅力がある製品だったと思います。ファインダーがとても狭くて見づらくても、保存がとても遅くても、そんなことは高画質のデジタル画像を記録できるメリットの前では霞んでしまう。高画質、高画素のデジタル画像が記録できるということ自体に大きな価値があった2002年っていうのはそういう時代だったんです。今回、私自身が実際に見聞きしたことも含めてデジタルカメラについて話してみました。デジタルカメラの歴史っていうものもそろそろ書かれなくてはいけない時代になってると思うんですよね。ただ、デジタルの道具についてはインターネットに比較的情報が残ってるっていうのが強みです。でも、特にカメラについてはそうですけど、放っておくと歴史っていうのは、プロの道具とマニアの道具中心になってしまうので、その点で言うと、例えば2000年代前半にカメラに興味がないユーザーが、最初デジタルカメラをどうやって導入したのかとか、そういうテーマについて意識して誰かが書き残す必要があるんじゃないかなと思ってます。ということで、今回はこの辺りでおしまいです。ありがとうございました。オブスクラでした。